皆さんこんにちは、まるです。今回は Photoshop で画像加工するときの必須ツールであるトーンカーブを紹介します。これ一つで画像の明るさ、色、コントラストなどを調整することができるので、まず最初に覚えるべき機能だと思います。以前紹介した動画内でもトーンカーブを使っています。実際の使い方についてはこちらの動画を見てください。概要欄のリンクから再生できます。この動画が参考になったという方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは始めます。トーンカーブを追加します。調整レイヤーの他に、イメージからも適用できますが、イメージのトーンカーブは確定後に変更することができません。スマートフィルターにすれば確定後も変更可能ですが、調整レイヤーの方が複数のレイヤーに適用させるなど、柔軟に対応できるので、調整レイヤーから追加することをお勧めします。これがトーンカーブのグラフです。最初は直線の対角線として表示されています。グラフの横軸は元の画像の値、つまり入力レベルを表し、縦軸は調整後の値、つまり出力レベルを表します。横軸、縦軸ともに値は0から255までです。横軸の右側に行くほど明るく、左側に行くほど暗い部分を表します。縦軸は上に上げるほど明るくなり、下に下げるほど暗くなります。トーンカーブの後ろにヒストグラムという棒グラフのようなものがあります。これは各カラーの明るさのレベル別にピクセル数をグラフ化したものです。画像内のどの明るさのピクセルがどのくらい分布しているかを表しています。画像の色調のバランスを一目で把握できるので、画像の明るさや色を調整するときの判断に役立ちます。この犬の画像の場合、横軸の右側、つまり明るいピクセルが多いことがわかります。基本的な使い方は、トーンカーブのライン上にコントロールポイントを追加して移動することで、トーンカーブの形が変化し、画像に反映されます。コントロールポイントを追加する方法は、ライン上をクリックするだけです。不要なポイントは、一度クリックしてバックスペースキーを押したり、グラフの外にドラッグしたりすることで消すことができます。調整したい部分がライン上のどこに該当するかわからないと、うまく調整することができませんよね。そんな時は、指のマークの画面セレクターを使うと便利です。調整したい部分をドラッグして上げ下げすることでトーンカーブを変化させることができます。直感的に調整できるので初心者の方におすすめの機能です。また、どこをどう調整すればいいかわからない超初心者の方はプリセットメニューを使って好みの調整結果を選ぶこともできます。トーンカーブのどこを調整するとどんな結果になるか勉強にもなると思います。一度リセットします。矢印のマークを押すと動かした数値がリセットされます。画像の明るさを調整してみたいと思います。コントラストをつけたいので、明るいところはより明るく、暗いところはより暗くします。このように S 字カーブにするとコントラストがつきます。試しにプリセットのコントラストを使ってみると、同じように S 字カーブになっています。先ほどリセットするときに使った矢印マークの両サイドに目のマークがあります。どちらも表示非表示を切り替えるためのものですが、少し使い方が違うので紹介します。右側の目のマークはトーンカーブの表示非表示を切り替えることができます。対して左側の矢印付きの目のマークは押しっぱなしにするとトーンカーブを非表示にして見比べることができます。トーンカーブは明るさだけではなく色味も調整できます。今 RGB になっていますが、レッド、グリーン、ブルーに切り替えることができます。グラフはレッド、グリーン、ブルーの3色分ですが、それぞれの値を下げると補色であるシアン、マゼンタ、イエローが入ることになります。色の調整に関しても指のマークを使うと直感的に作業できます。全体的に柔らかい黄色をかけてみようと思います。
ブルーに切り替えて明るい部分と暗い部分を少しずつ下げてみます。矢印付きの目のマークを押しっぱなしにして見比べてみます。このように明るさだけではなく色も調整できます。画像によってはグラフの端の白や黒のピクセルが含まれていないことがあると思います。そんな時は横軸の最大値や最小値をずらすことができます。オルトを押しながら横軸のスライダーを動かすと、スライダーからはみ出したピクセルが画像上に表示されます。スライダーからはみ出すと、そのピクセルは完全な黒か白に変わります。なので影響が大きくなりすぎないように、スライダーからはみ出すピクセルを最小限に抑えて調整しましょう。これで変更できました。グラフの角度が変わるので黒が少しくっきりしました。これまでコントロールポイントをドラッグして移動させていましたが、調整したい値を直接指定することもできます。コントロールポイントを追加して数値を入力します。入力が横軸、出力が縦軸です。0が完全な黒、128が 50% グレー、255が完全な白です。いかがでしたか？トーンカーブは画像加工に欠かせないツールです。一つのトーンカーブで明るさも色も調整することができますが、レイヤーマスクがついているので、ハイライトのみ、シャドウのみなど、自分がわかりやすいように分けて使うこともできます。とても奥が深いツールなので、使い込むほど表現の幅が広がると思います。この動画が少しでもお役に立てると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。